RWD-RC ドリフト基礎第7章。アッカーマンその2。前回、アッカーマンアングルの基本とパラレルステアリングについて話しました。アッカーマンアングルが最も有効に作用するのは低速動域でのコーナリングであり、サーキットなどを高速で走行するレーシングカーはパラレルステアリングに設定されるのが基本です。ただし、レーシングカーすべてがパラレルステアリングに設定しているわけではなく、ドライバーの好みによりアッカーマンアングルをつけることもあります。高速走行するラジコンドリフトでも同様に、基本はパラレルステアリングですが、アッカーマンアングルをつける人も多いです。では、どういった時にアッカーマンアングルをつけるのでしょうか。アッカーマンアングルをつけることのメリットは、イン側とアウト側のタイヤの進行方向が異なることで、イン側とアウト側のタイヤが引っ張り合う状態になります。その結果、イン側のタイヤを軸にしながら巻き込む動作、オーバースターになります。オーバースターの挙動により、インをつくコーナリングが容易になり、先行車の懐に入り込むことが楽になります。コンペティション後追い専用な特性に仕上がりますが、その反面、アウトクリップを舐めるような走りや、ドリフトアングルをつけた走りが難しくなります。昨今の大会では、車速もさることながら、ドリフトアングルを一定以上つけることや、定められたアウトクリップをしっかりとつくことが求められます。単純な追走、後追い仕様では予選落ちな状況です。さらにはオーバースターが原因で、ドリフト状態で待つことができないため、術取りが増えてとなります。よって、全域パラレルステアリング仕様にするか、フルカウンター時に若干の外切れとなるアッカーマンアングル仕様が多いようです。基本として全域パラレルステアリングにしておけば、フロントタイヤがよく転がる仕様となります。フロントの変な引っかかりがないのでスピンしにくく、ドリフト状態を維持しやすく、ドリフトの飛距離も伸びます。初心者にもおすすめの仕様となります。しかし、稀にパラレルステアリングに設定すると、車が加速しない、いつまでも谷走りしてしまうなどと言われる人がいます。そのような状態に陥る要素としては、フロントタイヤのキャンバー角が影響しています。写真の例では、キャンバー角は8度です。8度のキャンバー角でも、タイヤの路面設置は完全に角設置となり、タイヤ外側は浮いています。このシャーシは、フロントにキャスター角が3度ついているので、ステアリングを切った際のアウト側タイヤは、ポジティブキャンバー側に傾きます。それでも、タイヤの路面設置は外側が浮いてしまっており、内側角で路面と設置しています。これに対して、イン側タイヤは、キャスター角の影響を受けて、ネガティブキャンバー側へさらに傾きます。キャンバー角は10度を超えており、タイヤの外側は路面から浮いてしまい、内側の角で路面設置しています。ここで、この動画をご覧ください。車輪を傾けて転がすと、円を描いて進んでいきます。動画からわかる通り、傾けたタイヤは円を描いて転がります。つまり、キャンバー角のついたフロントタイヤにも同様の作用をもたらすことになります。パラレルステアリングにセッティングしていても、キャンバー角が角についているようなマシンは、フロントタイヤの転がる進行方向が矢印の向きになります。その結果、フロントの左右のタイヤがスキーの暴減状態となり、常にフロントタイヤにブレーキがかかっている状況を作り出します。そして、いつまでも加速しない原因がパラレルステアリングのせいだと勘違いしてしまいます。実際は、キャンバーやキャスター角が原因であることがほとんどです。勘違いした人は、アッ
カーマンアングルをつけることで、タイヤの転がる方向を矢印のようにパラレル方向へ無意識に帳尻を合わせています。実質的にタイヤの転がる方向がパラレルに揃うので、転がり抵抗が減り、ボーゲンによるブレーキ作用もなくなるため、カウンターステアを当てた状態でも加速するようになります。アッカーマンのセッティングを行う際は、タイヤの路面設置状況を意識しながら行うことが重要です。キャンバー角、キャスター角の他にも、走行中のジオメトリに影響する要素があります。キャスタートレール、キングピンアングル、キングピンオフセットなど多岐にわたりますが、すべてが密接に関係するので、すべてを考慮したセッティングを行わなければなりません。また、走行中の車は、ロールやピッチングにより、ジオメトリーの値が常に変化します。この変化量も考慮したアッカーマンセッティングが重要になります。とはいえ、すべてを考慮しながら最適値を出すのは至難の業です。初心者には、セッティング名称の意味すらわからないでしょうし、どうするべきかも判断がつかないと思います。一旦は、パラレルステアリングを基本として、タイヤ左右のキャンバー角を少なめに設定し、タイヤの路面設置角を揃えることから始めるのが良いと思います。それではまた次回お会いしましょう。